こんにちは、エルさんです。今、妖怪ウォッチコミュニティ全体が、知ってる人もいると思うんですけども、ちょっと尋常じゃない状態になっています。海外ファンによる妖怪ウォッチ2の非公式リメイク、レベル5の公式声明、そして公式リメイクを求める署名活動。この一連の流れを妖怪ウォッチ4を1万3000時間プレイした立場として、できるだけ冷静に、できるだけ中立な立場で整理したいと思います。結論から言うと、私はどちらの陣営も支持していません。ただし、両方の気持ちはよくわかります。なぜそう言えるのか、最後まで見ていただければなと思います。ではまず、何が起きたのか、時系列で整理します。5月10日、スペイン語のファンコミュニティが X で衝撃的な投稿を一つしました。その内容というものが、妖怪ウォッチ2をユニティで再構築したパソコンとモバイル、そして任天堂スイッチで遊べる非公式のゲームを無料で公開したことです。スクリーンショットも公開され、海外のファンの間で爆発的に拡散されました。一部のユーザーからは、ついに念願のスイッチ版が遊べると感激の声が多く寄せられたというのが当初の状態でしたね。しかし、そこからわずか3日後の5月13日、レベル5が日本語と英語、両方で公式声明を発表しました。内容を要約すると、自社ゲームソフトの無断複製、配布行為を確認したこと、そしてコンテンツの削除要請、アカウント停止要請、法的手続きを進めて厳正に対処する。違法に配布されていると知りながら入手する行為も著作権侵害に該当する。そしてこれに該当する投稿はその後全て削除されました。一見ここで一見落着のように見えるんですが、実はここからが本番でしたね。一部の海外ユーザーがリメイクを出さないレベル5が悪いという逆ギレ反応を見せ、それに対し日本のファンが正規ユーザーをバカにしていると猛反発。公式リメイクを求める署名活動も始まり、騒動はむしろ拡大しています。ファンメイドって違法なの？もっとはアウト？という疑問に思う人も多いと思うので、ここを整理します。実はこの問題、程度の問題で、ゲーム業界では30年以上の歴史を持つ確立された慣例があります。表で表すとこういう風になります。今回問題になったのは上から2番目、ゲームを丸ごと別エンジンで再構築して配布です。30年近い歴史を持つロムハック、ファントランスレーションという文化があります。例えば、マザー3の英語版翻訳パッチ。これは2008年に有志が完成させたものですが、任天堂は黙認しています。今でも普通に世界中で流通していますね。なぜ黙認されているか。パッチだけを配布し、ロム自体は各自で用意するというルールを守っているからです。こうした歴史を見ると、公式が当該地域で出していない作品を合法的な形でファンが守るというのは業界文化として確立されていることがわかります。それでは今回の妖怪ウォッチ2ファンメイドが問題視されていたのは、この30年の慣例を守らなかった点です。パッチではなくゲーム本体を丸ごと再パッケージして配布。元もロムがなくても遊べる状態で公開。商業利用はしていないと主張していても、配布規模は商業作品と変わらない。これがファントランスレーションだけでなく海賊版になってしまうというのがレベル5の判断であり、これは法的にもほぼ動かない解釈です。ここからが私がどうしても伝えたい部分です。海外と日本でなぜここまで反応が違うのか。これには海外ファンが知らない日本ファンが10年以上抱えてきたトラウマがあると私は思います。ここにレベル5の妖怪ウォッチ2公式サイトの困った時の Q&A があります。そしてこれはこう書かれています。改ざんされたデータがすれ違い通信や通信回線などで周りの方に届くことで、その方へのデータにも影響を及ぼす可能性があります。メーカー自身が他人のセーブデータに影響する改造の存在を公式に警告していたんですね。と
当時の妖怪ウォッチ2は子供たちが学校で集まって通信対戦をする、それが遊びの中心でした。しかし通信交換の場に改造データを持ち込む人がいた。すると通信した相手のセーブデータが破壊される。大事にしていたレジェンド妖怪が消える。中古で買ったソフトに改造データが残っていてゲームが進められない。こうした体験談は Yahoo! 知恵袋などにも今でも大量に残っています。中古で買った妖怪ウォッチ2のデータが急に初期化されました。前からあったデータが改造っぽい感じだったんですが、他にもこれは妖怪ウォッチバフターズ、ゲット組、赤猫団、白猫団にも言えますよね。現在は 3DS のサービスが終了していますが、オンラインが継続している間は、例えばお宝ハックだったり、相手の 3DS のデータを直接チートで介入するなどの被害も多数あったのを覚えている人もいるんではないでしょうか。こういう当時8歳から12歳だった子どもたちの悲しい記憶が今この瞬間の日本ファンの強い反応の根っこにあるんじゃないかと私は考えています。よく比較されるのがバイオハザードやスカイリムはモッドが普通に許容されているじゃないかという意見です。これは正しいですね。でも考えてみてください。同じモッド、改造という言葉でも与える被害の質と規模が全く違うんです。妖怪ウォッチコミュニティが特に厳しいのは決して閉鎖的だからではなく、過去に実害を受けた当事者たちが大人になっているからだと思います。海外ファンの多くは妖怪ウォッチ2を 3DS 本体や英語版ソフトの入手すら困難な状態で後から知った世代です。インターネットの通信による被害もリアルタイムで体験していません。だから無料で配ってくれるなんて素晴らしいと素直に喜べた。一方で日本の当時の小学生はもう大学生から社会人2年3年目になっています。彼らにとっては改造データは楽しい思い出を壊したものであって無条件で歓迎できる対象ではない。この経験のすれ違いこそが今回の対立の本質だと私は見ていますね。ここまで日本ファンの背景を説明しましたが、海外ファンの気持ちも私はよくわかります。海外ファンが置かれている状況を説明すると、妖怪ウォッチ4はローカライズされておらず、もう発売から7年が経っている。3DS の e ショップは2023年に閉鎖、新規購入もほぼ不可能、公式リメイクの発表もない、一部の人気妖怪のグッズすら入手が困難。こういう中で自分たちが作るしかないと決意したファンの気持ちはある意味で妖怪ウォッチへの愛情の証でもあります。私自身他のゲームでモッドコミュニティに助けられた経験が何度かあります。古い名作を現代の環境で遊べるようにする活動は正しいやり方さえ守れば文化的に価値のある営みですね。大事なのはやっていけない線を守ること、ただそれだけだと思います。公式リメイクを求める署名活動そのものは健全な行動だと思います。ここで私自身の立場を明確にしておきます。私自身は妖怪ウォッチ4のデータ検索ツールを公開しています。妖怪のステータス、ドロップ、装備の効果、必要素材、スキル、そして技の細かい性能まで網羅したもので、すでに多くのプレイヤーに使っていただいています。これは合法的なファン貢献の一例だと私自身は考えています。ノム自体を配布しているわけでもなく、ゲーム本体に手を加えるものでもない。解析した情報を整理してプレイヤーが使いやすい形にまとめただけ。昔のコロコロコミックの攻略本や有志のウィキ、妖怪大辞典の冊子と同じ立ち位置だと私は感じています。先ほどお見せした濃い類型の表で言うと、ホワイト寄りのデータ解析に基づく情報サイトのカテゴリーに入ります。概要欄にディスコードサーバーを貼っています。そのディスコードサーバーに妖怪ウォッチ4のデータ検索ツールを無料で公開しているので、妖怪ウォッチ4をプレイしている方はぜひ使ってみてください。データの精度には自信があります。そしてこうした合法的なファン貢献が積み重なることが結果として公式を動かす力になると私は信じています。
今回問題になった海賊版配布と私のような情報整理ツール、これの線引きがこれからの妖怪ウォッチコミュニティで一番大事になると私は思っています。モッド文化そのものを私は否定しません。ただ自分が所有するソフトに対する個人的な改造、そして不特定多数への配布、これは確実に区別すべきだと私は考えています。今回問題になった妖怪ウォッチ2ファンメイドは後者を逸脱した行為だから私は支持はできません。一方で海外ファンが 3DS 環境がなくなる前に何かを残したいと思った気持ちまで否定する気もありません。私は妖怪ウォッチ4の正規プレイヤー向けのディスコードサーバーを運用しています。このサーバーの方針は今回の件で揺らぎません。海賊版ロム配布、改造ロム配布は全て禁止。正規ユーザーが安心して楽しめる場を維持する。これは設立当初からの方針で今後も変わりません。どちらの陣営にも寄与しないことで楽をしたいからでもありません。市場にはまだファンがいるというシグナルを送れば反応する段階にあると私は思います。公式リメイクを引き寄せるためにファンができる正しいことはこれだと思います。1、既存の妖怪ウォッチ商品を正規ルートで購入する。妖怪ウォッチ1のスイッチ版、妖怪ウォッチ4のベスト版、プニプニなど現役の商品が存在します。そして二次創作、ファンアート、考察、攻略コンテンツを健全に楽しむ。そして3番目は海賊版、違法配布物には絶対に手を出さない、評価もしない。そして4個目は署名活動は明確に正規の道を示す立場で行う。こうした地道なファンの活動の積み重ねが結果として公式に届きます。私は妖怪ウォッチ4の、専門家とは言わないですけど、やり込み勢としてこれからも以下を続けていきます。妖怪ウォッチが好きな人は本当は全員同じ側にいるはずです。海外ファンも日本ファンもレベル5もジマニャンとケイタの物語をもう一度動かしたい、それだけ。そしてこのチャンネルではこれからもその思いを共有しながら妖怪ウォッチ4の世界をじっくり楽しんでいきます。もし共感していただけたなら高評価とチャンネル登録、そしてディスコードサーバーの参加もお待ちしています。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあね。